あなたの努力は無駄にならない。努力、努力、努力。こんにちは。マハリス総合教育研究所群門室で超越瞑想を教えている森正也です。この動画を見ていただきありがとうございます。全世界1000万人以上が学んだ瞑想です。この瞑想はインドで5000年以上前から伝えられていて、インドのモディ首相をはじめ、スピルバーグ監督や歌手のマドンナさんも実践しています。この動画が良かったという方はぜひチャンネル登録やいいねをよろしくお願いいたします。さて今日はあなたの努力は無駄にならないという話です。というと、もしかするとこのように思うかもしれません。いやー、無駄は多いよ。誰かのために一生懸命にやっても無駄になることは多いし、高いお金を出して買ったものが無駄になることもあるし、むしろ無駄になることの方が多い気がする。というか、もはや無駄なことしかやってないかもしれない。いやいや、それは言い過ぎでしょ。と自分で自分に突っ込みたくなりますが、あなたはいかがですか？何にしても、せっかく何かをしたのに無駄になるのは嫌ですよね。それは本当によくわかります。今日はそんなあなたに少し安心していただこうと思います。ただし、これはですね、今言ったような無駄は日常的なものですが、もっと大きな視点になります。マクロ的というか、長観図というか、俯瞰するというか、そういう全体的な感覚から考えると、無駄になっていないということがわかるという感覚ですね。全体的って何と思いますよね。はい、実はこれはヨーガの実践の話なんですね。ヨーガというと、ポーズを取る健康法のようなイメージを思い浮かべるかもしれませんが、それはハタヨーガというヨーガの一つです。ヨーガというのは合一と訳されますが、あなたがこの世の中と一体になることです。世間一般で言われている表現としては、宇宙と一体になるとか、神と一つになるというような感じです。このバガバットギーターの解説をしているマハリ先生は、存在の限界のない状態を獲得するという表現になっています。存在については私の過去動画で解説しています。今回の動画のタイトルのあなたの努力は無駄にならないというのは、このヨーガの道です。では、バガバットギーターの第2章、詩節40です。読んでみます。これ、ヨーガにおいては、いかなる努力も無駄にはならず、いかなる障害も存在しない。たとえわずかでもこのダルマをなせば、大いなる恐怖から解放される。いきなりこれだけ言われてもよくわからないと思います。大いなる恐怖というと、私の世代だと、ノストラダムスの大予言の恐怖の大魔王が降りてくるというのを思い出してしまいますが、この部分の話は次の機会にします。今回はこの前半部分の話です。ざっくり話をしますと、ヨーガの道で行う努力は何も無駄にならないということです。どういうことかと言いますと、あなたが存在の状態を獲得するために行うどんな努力もゴールに結びつくということです。その過程がひとたび始まればゴールに到達するまで止まることはありません。止まらないといえばやめられない止まらないカッパエビセンっていうコマーシャルがありましたよね。今もあるのかな？あれには騙されましたよ、本当。カッパエビセンっていうのは食べ始めると途中でやめられない食べ物だと思っていて、すげえな、どういう仕組みなんだろうって真剣に考えてました。途中でやめられない食べ物だから買わないでおこうって逆に買わなくなってしまいました。何か麻薬とかね、一度やるとやめられなさそうだからやりたくないっていう感じに近いかもしれません。で、あれはただのキャッチコピーというか、仙台用のフレーズで、
他のスナックと変わらないものだと気がついたのは結構最近です。なんと50年以上も騙されていたんですね。いや、騙すっていうのは失礼ですね。すみません。ただ単に私の勘違いです。というか、カルビーのポテトチップスの方がやめられない、止まらないって感じです。私には。最近はちょっと食べてませんけどね。昔は仮面ライダースナックでもカルビーさんにはお世話になりました。グラノーラもいいですね。意外にカルビーの話はいろいろと積もり積もったものがありそうな気がします。中学生か高校生の時に少年ジャンプとポテトチップとコカ・コーラの3点セットをよく買いに行っていました。食品の安全性とかは全く考えていない頃ですね。さて話を戻します。止まらないっていうことですね。ヨガの道がゴールに到達するまで止まらないというのはなぜかというと、この状態へと向かう心の流れというのは自然なものだからです。存在の状態というのは絶対の至福で、あなたの心は常により大きな幸福を求めています。それなのでその大きな幸福を心が目指していくというのは自然なことですよね。水が斜面を自然に流れ落ちるように、心もまた至福の方向へと自然に流れていきます。ここまではいい感じですよね。いい感じ。超越瞑想いい感じですね。しかし、ここで大逆転劇が。このバガバットギーターの133ページの最後の方にこんなことが書かれています。いかなる努力も無駄にならないというのは、心が至福で満たされるには努力は必要ないからです。ということです。努力が無駄にならないのは、そもそも努力がないから無駄にもならないの？そうすると、今回の動画の前半部分は何だったのっていうことですね。努力が必要ないということについて少し解説をしておきますと、あなたが何か行動を行った時には段階があります。ある段階に到達した時には次の段階へと進みます。そして次の段階に行く時には前の段階が終わります。その時に前の段階のエネルギーがなくなって、その時の努力も終わります。これが普通の行動パターンですよね。例えば一生懸命に勉強して4月に進級します。学生のうちは勉強が続きますが、その中で進級というように段階が上がったりしていきます。それは受験を考えてみると、努力をしたから良い結果になるということがありますね。では、努力をしないで次の行動に移るというのはどういうことでしょうか。その例としては、例えばあなたが音楽を聴いているとしましょう。いい感じ。こういう音楽いいなっていう感じですね。いい感じ。ちょっとしつこいか。そんな時に、どこからかあなたの大好きな音楽が聞こえてきました。あなたは、これ好きなやつだって思ってそちらに注意がいくと思います。はい、そこです。ある段階から次の段階に行く。つまり、今聴いている曲から違う曲に注意が向くときには、努力は必要ありませんよね。そこにはエネルギーの損失もありません。存在という永遠の自由の場は絶対の至福ですから、心をそれと統一させるプロセスがひとたび始まれば、それはエネルギーや努力の損失なしに最後まで進みます。そのプロセスはあなたの心が完全に満たされるまで止まりません。そこにはいかなる障害もありません。ここをもう少し丁寧に説明をしますと、もともと努力は必要ないんですが、もし努力をしたとしても、それはゴールに行くためのものだから無駄にはなっていませんよっていうことです。そしてもしゴールまでの道に努力が不要だとすると、それは自然でスムーズに気楽に進むということですよね。例えばゴールが見えていて、そこに行くために努力が必要ないというと、
山の上から滑り台で降りてくるような感じでしょうか。何もしなくてもゴールに自動的に到達します。そう考えてみると、滑り台を滑り始めた時にもうすでにゴールに入ったようなものです。そうすると、滑り始めた時にゴールと叫んでもいいような感じかもしれません。マラソンのゴールが見えた時に、後ろに走っている人がもし1キロぐらい後ろにいれば、実際にゴールしていなくても、ゴール勝ったーって言いながら走っても、もう勝利を手に入れたような感覚ですね。大抵はそうした瞬間に転んでしまったりするんですけどね。とにかくそういう感じです。では、その滑り台に乗るというのはどういうことでしょうか。はい、そうですね。超越瞑想です。超越瞑想を実践することで自動的にゴールに到達します。超越瞑想を行うこと自体、無理がなく自然な方法です。もちろん努力は何も必要ありません。心のゴールというのは最大の幸福のことです。心の流れというのは最初からより大きな幸福の方へと向いています。それなのでゴールの方向も変える必要がありません。そしてゴールを実現するには何も必要がないように思われます。しかしこのバガバットギーターの施設では、たとえわずかでもこのダルマをなせばと言っています。このことからやはり何かをしなければならないということがあるんですね。はい、今日はここまでです。続きは次回の動画です。もしこの話の続きが気になる方は、このバガバットギーターを読んでみていただければと思います。もし超越瞑想に興味を持たれましたら、各地センターで行われている無料の説明会にご参加いただければと思います。超越瞑想とは何かとか、科学的な研究を紹介しながらご説明をさせていただきます。今日も動画をご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。ジャイグルです。